にちは。自宅で学べる革教室アトリエネトラポートです。この度2月の26日にアトリエネトラポートの本が出版されることになりました。2023年12月25日から Amazon にて予約をスタートしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてこちら YouTube メンバーシップを行っておりまして、そちらの A クラスメンバーにご登録いただくと130以上のアイテムの詳しい作り方動画や、初めての方が実際に教室で行うレッスンのような動画も用意してありますので、ぜひ YouTube メンバーシップ A クラスご登録よろしくお願いいたします。さて今回作っていくのはこちらの半月型ショルダーバッグになります。珍しく今回ファスナーものになります。ちょっとね取り付けるのに、大変だったりイメージがあると思います。今回も穴の数、こちらのマチの部分と本体の部分、私数えて型紙にバッチリ印が書いてあるので、穴を合わせて縫うだけになります。ただいつもとねちょっと違う縫い方、ちょっとかぶってますので縫い方が変わってきます。難しくはないと思うんですが、少し手間のかかる縫い方になりますが、こちらショルダーバッグ一つあると便利だと思います。女性の方はこんな感じでね、肩掛け、こんなショルダーバッグにしても可愛いと思います。それでは一緒に作っていきましょう。今回使用するのは和光レザーショップさん栃木レザーシュリンクレザーのきなりになります。この自然な色味を使っていくほどにオイルが革になじみ、色がだんだん変わってきます。一番色味の変化を楽しめる革の色となります。変化するこの色を楽しめる大人の革の色だと思っています。今回はこちらを使って作品を作っていきます。このシボがすごく綺麗に入っています。どんな作品になるか楽しみです。今回使用する型紙はこちらです。PDF になっている型紙をプリントアウトして厚紙に貼り付けて、カットをしてください。そして赤い線同士でつないでこのような型紙が出来上がります。こちらがショルダー紐2枚取ります。こちらがファスナーをつけるパーツになります。こちらも2枚。こちら本体も2枚。そしてこちらがショルダー紐をつけるパーツ、こちらも2枚。そしてこちらがマチの部分、こちらは1枚です。革はこちらだけ 1.1mm や 1.2mm を使用します。その他はすべて 2mm の革を用意します。型紙には縫う穴の印が書いてありますので、そこはすべて穴を開けておいてください。それでは革に置いて大まかに革を取っていきます。こちらは2枚になります。表と裏があるのでよく見て取っていってください。大まかにカットします。ショルダー紐などは長いので、革のねこう平らになっている方、こちら側をねいつも紐用に取っておいています。2枚分必要です。端っこの方ちょっとね弱く、なってたりしますので、この辺は避けていいと思います。床面を処理します。今まで床ノールを使っていましたが、ちょっと今手に入りませんので床プロを使っていきます。使い心地はほぼ同じようなもの、少しねしゃぶしゃぶしています。なのでよく伸びると思います。少量で今こちらに変えた方はすごくよく染み込みますので、少し様子を見て使ってみてください。で乾く前に床面をガラスで磨きます。同じく目の寝る方向に向かってガラスをかけます。乾く前にガラスをかけて、ガラスがかけ終わったら重たいものを上に置いて平らにならしておいてください。それでは床面がきれいになったので型紙を写していきます。
今回この穴も一緒に写していくので、周りの輪郭が取れたら何箇所かこのようにセロテープで貼り付けておいてください。シュリンクレザーなどでね、しっかり線を描いてください。このように縫い穴も一緒に写しておきます。で、真ん中のね、印ここなので、ここだけ印を少し描いておいてください。他のパーツも同じように縫い穴を写してください。それではどんどんカットをしていきます。直線の部分はもちろんカッターと定規を使うと早くカットすることができます。カー包丁とカッターと使い分けながらどんどんカットをしていきましょう。それぞれのパーツをカットすることができました。ショルダー紐に2本 2mm、 ショルダー紐の留めパーツ2つ 2mm、 マチの部分 2mm、 本体表裏 2mm、 そして、ファスナー取り付け部分、こちらは 1.1mm から 1.2mm のものが2枚になります。それでは先ほどね、穴の印を写したこちらの3つのパーツ、穴も開けてしまいます。印の通りに締め打ちで穴を開けていきます。基本は 4mm 幅になってると思いますので、合わないところはね、調整しながら開けていってください。縫い穴をね、移して開けることができました。それではへり落とし磨きの工程になります。今回シュリンクレザーなので柔らかくて、へり落とししづらいと思います。そういった場合はこういった、今回はトコプロなどの仕上げ剤を塗って一度乾く前にこういったね、棒などで真上から力をかけて磨いてやると角が立ってきます。その状態でへり落としをするとへり落とししやすくなります。まず今の段階でへり落とし磨きをするのはこちらのパーツになります。こちらは金具を入れてこのように留めていきます。ぐるりと一周へり落としをして磨きをかけておきます。表も裏もね、へり落としして大丈夫です。そしてこちら、ショルダー紐、こちらは表も裏もぐるりと一周へり落としをします。これもね、磨きをかけてあります。一度ね、角を出してやるとこのように綺麗にへり落としすることができます。表も裏もへり落としぐるっと一周。そしてこちら見返しの部分です。短いこの部分と、あとこの狭い方ですね。狭い方をへり落としをします。表も裏もへり落として大丈夫です。この皮だけ薄くなっているので、こういったゴム台に乗せるとすごくへり落とししやすくなってきます。はい、そして最後こちらマチになる部分です。マチになる部分もぐるりと一周へり落としをします。表も裏もへり落としをしてください。でシュリンクレザーね、へり落とし難しいなという場合は紙やすりでこのように表の方からね、表を上にして上から下にこう斜めにかけてやると角が落ちて
ね、へり落としをしたように少し綺麗な滑らかな見た目になります。これでも大丈夫です。今へり落としをかけたところはすべて磨きになりますので、すべてのパーツへり落とししたとこだけで大丈夫です。このように仕上げ剤で磨いておいてください。2回半やるとピカピカに光って綺麗に仕上がります。磨きを楽しんでください。磨きが終わったので、次はファスナーをつけていきます。ファスナーは29センチのものを用意しました。金具から金具まで29センチ。そしてこちら見返しの部分にファスナーを取り付けます。今回はいつもと違ってこのように取り付けます。距離の短い方の銀面に両面テープを貼ります。際のところに貼ってください。1枚ずつ縫い付けていくので、ファスナーに取り付けていきます。ファスナーの金具のこの始まり、開く方ですね。開く方に合わせてこのパーツを8銀面です。このように取り付けていきます。で、ファスナーの際に貼り付けます。こうずれないように、ね、高さがずれないように貼っていきます。貼れたら3ミリの線、ディバイダーで3ミリの線を引き、締め打ちで穴を開けます。はい、実は両方ね、これから縫うんですが、縫い付けてしまったんですが、一つ発覚したことがありまして、この広がる方のファスナーのテープ、こちらを、縫い込むのを忘れてしまいました。なので皆さんは縫い込む前にここをしっかりと折って、縫い込んでもらいます。小さく切った両面テープを角に貼り、裏側ですね。まず三角に折ります。もう一度両面テープを小さくね、切ったものを貼って、この三角を裏側にね、畳むように、半分に折ったものを畳んでいます。で、表から見るとこんな感じになります。で、これを開けた穴と一緒にしっかりと縫い込んでください。ね、端っこの処理です。こちら側も一緒です。私縫ってしまいましたが、仮止めの段階で半分に三角に折って、それをさらにパタンと、ね、倒して、両面テープで留めておきます。そして一緒に穴を開けて縫ってください。穴が開けられたら縫っていきます。1目目は二重になるように穴の端から2番目に入って端に戻します。で、ここからどんどん進んでいくと縫い始めだけが二重になり強度を上げることができます。ファスナーで裏側穴が見えません。表から入ったものをしっかりと引っ張って同じ穴から表に返してあげてください。では端までどんどん縫っていってください。片側が縫い終わりまして、端っこで縫い止めました。そしたら今度反対側、ね、こんな感じで今回ついています。反対側も貼っていきます。今度こちらがねついています。ちょっとね引っ張られて、よいしょ、ちょっと縮んでるので根元に少し引っ張りながら戻します。今度反対側、こちら側につけたいです。こちらの皮と合うようにずれないようにつけていきます。こう重ねてあげるといいと思います。どんどんこのようにつけていきます。
このようにくっつけることができたら、ね、一度おかしくないかなということで、ずれていないかなということで、押さえながらこのようにね開いてみてください。ずれはないでしょうか。確認して大丈夫そうなら、先ほどと同じように今度はこちら側ね、3mm の線を引いて穴を開けて縫ってください。こんな感じで裏側で折って縫い付けると、ね、こんな感じに端っこがしまえますので、端っこを折ってから穴を開けて縫ってください。でファスナーがねこう完成しました。それではこのファスナー本体につけていきます。表にする方ねどちらか選んで、表にする方に対してこのように取り付けていきます。こう開きます。ではこちらのパーツの真ん中の印をつけます。あまり上にかけすぎてしまうと、はみ出てしまうので気をつけてください。そして本体のパーツ、こちら裏側にして真ん中の印をつけておきます。ここに合わせてボンドで貼ります。見返しのファスナーがついているパーツ、こちらの上のところにボンドを塗って真ん中の印を合わせて貼っていきます。ギュッと押して余分なボンドを外に出るようにしてください。あとは隙間なくクリップで留めていきます。片側ねつきました。両方つけてしまうと縫いづらいので、片方ずつつけていこうと思います。5分ほど接着して、接着できたらここを整えます。ボンドでしっかりとくっついたら、段差がある場合は段差をカットしてドレッサーで整えますね。段差があまりない場合はドレッサーをしっかりかけて2枚のコバを一緒にします。ね、ずれがないようにここでしっかりと整えると綺麗な作品が仕上がります。2枚のコバがぴったり揃ったら、平らになるようにして3mm の線を引きます。縫うのは重なっている部分だけになります。ファスナーが邪魔な場合はね、こういう端っこで逃がしてください。横を覗き込みながら 3mm の線を引いて、ここに穴を開けていきます。ここにね段差があるので、同じ厚みの皮を挟むと段差が解消されます。一目こうね落ちるようにして、ここから穴を開けていきます。重なり部分下の方までずっと穴を開けてください。穴が開いたらしっかり縫っていきましょう。ファスナーを縫い付けることができたので、両側のコバのところへり落としをして磨きをかけておいてください。さあいよいよマチの部分です。型紙に印が書いてありますので、そこに穴を開けて写して本体にも穴を開けます。両側同じように開けてください。そしてこちらのパーツに金具を取り付けます。マチの部分にこう挟み込むように入れていくので、型紙にも穴があるので、それを移して穴を開けます。この印片側にねつけたら、ちょうど真ん中になるところで折って、この状態で2枚一緒に穴を開けます。ここに 24mm の角管を入れていきます。ちょっと今回サイズが合わなくて、これしかなくて 21mm なので、私はちょっと細工をしてね、このような形ですが、皆さんは 24mm のものを使ってください。紐も 24mm のものになっています。先ほど開けた穴のところに挟み込んで、端目台で留めます。
長い方を下から入れて挟み込みます。はい、こんな感じで両側を留めておいてください。いよいよマチと本体を合体していきます。今回は上からこのようにかぶさる縫い方になります。少し縫いづらくなってきます。ファスナーをよいしょ外しておきましょう。このパーツを上にこうねかぶせて縫っていくので、一番端から入ってねコバをよいしょ2本の糸をかけたいと思います。ここからどんどん縫い進んでいきます。表と裏のね革の穴を合わせながら縫っていってください。縫いたばさないように気をつけてください。止まってないのでね、表と裏どんどん斜めに止まっていきますので、ちょっとね縫いづらいと思います。しっかり穴を見て縫い進んでください。真ん中に近づくと真ん中につけた印があると思います。こちらにもこちらにもあるので、ここからの穴の数を数えて左右合ってるか確認をしてから縫い進んでください。こんな感じで両側縫い合わせることができました。途中なかなか縫うのがね、中を見ながら外を見ながら縫うのが大変だったと思いますが、一目一目穴を間違えないようにね縫っていくとこのようにつながることができます。それでは紐の部分を作っていきます。型紙に穴を開ける印があるので、その印を書き写します。1本の両側にそれぞれ穴を開けていきますので、印をまず銀面表側にこの丸い印、こちら側にも反対側にも同じようにつけていきます。ね、丸い印を1本につき4つつけます。そして穴を開けてこのようにね留めていきます。このように各間に通し、カシメ台をつけたら留めていきます。反対側も同じように留めてください。最後は各間でつないで、それぞれカシメ台で留めていくと完成になります。長さはお好みで変えてください。少しね、女性には長いかと思いますので。こちらでバッグ完成になります。いかがでしたでしょうか？いろいろな色のショルダーバッグ見たいなと思いますので、ぜひ SNS に発信してください。それでは、2月26日に出版されます30分から楽しむレザークラフト入門、初めての手作り革小物、Amazon で予約受付中です。よろしくお願いいたします。またそれでは別の作品でお会いしましょう。さよなら。